どうも、こんにちは、ゆきひこです。現在、アルファシータが主導して進めているワンライブラリというプロジェクトをご存知でしょうか？自分の持ってるライブラリを DJ アプリや DJ 機材を問わず、いろんな場面で使えるようにしようじゃないかっていう流れなんですけど、要は、例えば今まで DJ 使ってる人だったら、その DJ 内でしかライブラリのデータって使えなかったじゃないですか。ホット Q とかプレイリストとかいろんなデータ入ってると思いますけど、それをレコードボックスに読み込ませたりだとか、USB に書き出して CDJ で使うみたいなことはできなかったわけですよね。アプリごとにライブラリの形式が違うので、他社製のアプリとか機材だとそれを読み込むことができなかったんですよね。でもそのライブラリの形式を一つに統一させて、いろんな DJ アプリだったりとか DJ 機材で読み込めるようにしたら良くないっていう話ですね。ユーザーからしたら悪いことなんか一つもない。このワンライブラリという企画は、レコードボックスを作ってるアルファシータ、DJ のアルゴリズム、トラクターのネイティブインストゥルメンツが共同で進めているプロジェクトで、ソフトウェア間のね、共通言語みたいなもんだと思います。このワンライブラリの形式で書き出した情報、例えばこういう USB とかに書き出した情報を対応したアプリだったりとかハードウェアに接続すると、それを読み込むことができる。共通のワンライブラリっていう言語を使うことでアプリ間の情報交換ができるようになったよってことですね。なのでそれに伴って DJ もちょっと前にですね USB の読み書きに対応してます。トラクターはねまだできないみたいですけどね、現状これから対応していくと思います。で、具体的にこれで何が変わるのかっていうと、例えばレコードボックスで普段楽曲管理してる人がいるとするじゃないですか。で、その人のデータを USB に書き出して、で、その USB を例えば他の人の PC に差し込んで、で、その人の使ってるアプリが DJ であろうがトラクターであろうが、そのデータを読み込んで DJ ができるようになるっていうことなので、個人でパーティーする時とかにいいっすよね。PC と FLEX4 が1台ずつあれば、みんながそこに USB 持ち寄って PC に挿して交代交代で DJ するっていうことができるので、今までこれできなかったですからね、アプリが違うと。ただね、まだなんかこう違うアプリ同士だとうまく読み込めないみたいなことはあるみたいですね。僕もレコードボックスで書き出して DJ で読み込んでみたんですけど、ホット Q がうまく引き継げてなかったみたいなことはありました。違うアプリ同士のやり取りは完全じゃないですよっていうのは公式も言ってますけど、アプリを超えてやり取りする場合はちゃんと見た方が良さそう、今んとこ。まだ過渡期なんで、これから良くなると思います。あとは今回 DJ とトラクターでも USB に書き出しができるようになったということで、レコードボックスと同じワンライブラリ形式で。なので、レコードボックスと同じように USB を使って CDJ でプレイできるようになりましたね。今までみたいに PC を接続する必要はなくなりました。これ結構嬉しい人多いんじゃないですか？やっぱ楽ですからね、USB。サクッと挿してすぐに始められるんで。今まで USB で直接 DJ できるのってレコードボックスだけだったんですよ。パイオニアの機材で言うとね、クラブとかに置いてある CDJ のほとんどがパイオニアアルファシータ製なので、そのアルファシータが出してるレコードボックス、そのデータ形式しか読み込むことができなかったんですよ。グリッドとかホット Q とか。それがワンライブラリーで統一されたことで DJ でもトラクターでもその形式で書き出せるようになったってことですね。これ自体はね、すごくいいことだとは思うんですけど、ちょっと注意点があって、このワンライブラリーっていう新しい形式に対応してる DJ 機材がまだまだ限られてて、比較的新しいものしかないんですね。CDJ でいうと最新の 3000X だけですね。僕もまだ触ったことないですけど、そのうちね、3000は対応するかもしれないんですけど、現時点では 3000X だけです。それとオールインワンの機材だと DDJ-AZ、オーパスクワッドとオムニスデュオ、この3機種です。それ以外はワンライブラリのデータは読み込むことができないです。例えば CDJ2000 Nexus 2とかね、まだまだ見ますけど。なので DJ とかトラクターを使ってる人で USB で DJ してみたいっていう人は事前に機材を確認しておく必要がありますね。レコードボックスは大丈夫ですけどね。レコードボックスの場合は今まで通り古い形式のものとワンライブラリの形式を両方 USB に転送してくれるので、今まで通りの運用で大丈夫です。いろんなところで DJ する機会がある人はしばらくこの2つの形式を併用していく形になるんだと思います。でもこれからどうするんですかね。ワンライブラリに統一していくみたいなことは言ってるんですけど、この古い形式のもの、デバイスライブラリって言うんですけど、このデバイスライブラリはどっかのタイミングで切るっていうことなんですかね。わかんないけど。それと今後も対応アプリは増えていくみたいなので、もしかしたらセラートも近い将来対応するかもしれないですね。もしかしたら。概要はこんな感じですね。レコードボックスと DJ とトラクターがワンライブラリーっていうライブラリー形式で統一されましたよっていうことと、トラクターはまだだけど、それによってデータのやり取りが他社製のアプリ間でもできるようになりましたよっていうことと、あとはレコードボックス以外でも USB で DJ できるようになりましたよっていうところがメインですね。ちょっとじゃあ実際触ってみますか。初めてでも言われた通りにやるだけなのでそんなに難しくないとは思うんですけど、 USB を挿して、レコードボックスの場合はこの USB のマークからアクセスできます。
USB 差し込んだらもう最初からデバイスライブラリとワンライブラリ作ってくれてますね。ここでいつも通りエクスポートすればデバイスライブラリとワンライブラリを両方更新してくれます。まあだから本当に今までと何も変わんないです、レコードボックスは。じゃあ今この書き出した USB、DJ でも読み込めるかやってみますか。DJ もこの USB のマークのところからアクセスできます。レコードボックスで書き出した USB を読み込めています。こんな感じで HOTQ が読み込めてなかったりとかはたまにあるんですけど、おおむね大丈夫そうですね。で、この USB の内容を DJ のコレクションにインポートすることもできます。欲しいプレイリストを右クリックでマイコレクションに追加をクリックして、この上の項目は曲がもう DJ のコレクションの中にすでにあって、9ポイントとかのデータだけコピーする場合はこっちにチェックですね。曲ごとコピーするときにはこっちにもチェック入れてください。これで続けるを押すとプレイリストが DJ のマイコレクションにコピーできます。逆に DJ のマイコレクションのプレイリストを USB に書き出す場合は、書き出したいプレイリストを選択して右クリックで USB ライブラリに追加です。これで USB に書き込めます。もちろんこれをレコードボックスに読み込ませることもできます。この書き出した USB はモバイル版の DJ でも使えるので、iPad に USB を接続してここから DJ したり、マイコレクションに追加させたりできます。モバイル版からは書き込みはできないみたいです。読み込みだけ。さっきも言った通りアプリをまたいでデータを移すとちょっとたまに不具合が起きるみたいなんで、そこだけ忘れずにチェックしてもらえたらなと思います。今回はこんな感じですね。ユーザーとしてはね、やっぱりこう DJ をするにあたって壁はないに越したことはないと思うので、この流れ個人的には歓迎したいなと思いますけどね。皆さんはどうですかね。公式も言ってる通りこれから対応アプリは増えていくみたいなので、対応アプリと対応機材がどんどん増えていったらもっともっと自由に自分の好きな形で DJ ができるようになるんじゃないかなと思うので、今後に期待したいですね。今回の動画参考になったよっていう人はですね、よかったらチャンネル登録といいねとあとハイプね、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画で。